今回は2022年に買ってよかった、使ってよかったアクアリウム製品を7選厳選して発表したいと思います。アクアリウム機材好きの、特にライトが好きなアクアリストカプラです。今年もね、この時期がやってまいりましたね。1年間あっという間でしたね。皆さん大変お世話になりました。今回は今年使って良かったアクア用品っていうのをドドドッと紹介したいと思います。それぞれ簡単なエピソードトークとかねしてますんで、ぜひ最後まで見てってくれると嬉しいです。この動画いいなと思ったらチャンネル登録してまた見てください。動画制作の励みになります。高評価、コメントお待ちしております。応援よろしくお願いします。では早速2022年に買ってよかった、使ってよかったアクアリウム用品7選いってみましょう。一つ目、駒込ピペット。これちょっと今更なんですが、ようやく買いました。本当にね、12月の暮れ頃買ったんですけど、どうしてもっと早く買わなかったんだろうなっていうくらい便利です。多分これ赤虫とかミミズとかね、あげるときに便利なんでしょうね。僕はオキシドールを吸って黒ひげゴキにぶっかけてます。これの量は1回 5ml ですね。この量ならエビにも影響が出ず使えてます。長さも25センチほどあって、水槽内に手を突っ込まずにオキシドールを噴射できます。めっちゃ便利です。まだ持ってない方はぜひ買った方がいいです。値段も安いですしね。2つ目、小型ポンプ。今年一番活躍したアイテムじゃないかなと思ってます。水槽を立ち上げるときにミスト式で使ったり、ブセファランドラを育てるのにパルダリウム水槽で水槽内の水を循環するために使ったり、あと普通に水中に入れて水の循環を良くするために使ったり、そんな風に使いどころはとっても多くて、控えめに言って水槽1台につき1個使ったっていうくらいこのポンプは活躍しました。一応 Amazon とかでいろいろ小型ポンプ売ってるんで試したんですけど、どうもちょっとしっくりこなくて、今僕がこれ使ってるやつが今のところナンバーワンです。静かですし、流量の調整もできて、エアを噛んでもガリガリ音がしないし、掃除も簡単で吸盤があるから貼り付けられるし、流量も600リットルぐらいあるんですね。60センチの外部フィルターくらいのパワーがあります。なのでほんと使い道は無限大ですね。自作の外部フィルターにも使えそうです。これはね、来年も活躍しそうだなと思ってます。3つ目、寿レグラスフラット450。今年の暮れにかけて立ち上げてる45センチ水槽のフレームレスガラス水槽なんですけど、この水槽はね、ADA のキューブガーデン45センチとも引きを取らないガラスの綺麗さとシリコン処理で本当に値段がかなり安いお手頃な水槽です。一番の特徴はサイズが奥行き30センチっていうところですね。45センチのキューブガーデンは27センチなんですよ。この3センチの違いはかなり偉大で、3センチあれば化粧砂エリアを作れます。後継草を1種類多く植えることもできます。それに奥行き30センチだと水槽台も奥行き30センチのものが多く売られてるんで、このサイズがねぴったりフィットするんですよ。僕はこの45センチ ×30 センチ ×30 センチのサイズ感がもっと浸透していろんな種類の水槽が出てくれればいいなと思ってます。最近めちゃんこクリアなクリアガラス採用の水槽が寿から販売されました。価格が高いんでどこまで求めるかなってとこなんですけど、今度試しに買って、レビューしてみたいなと思ってます。4つ目、ネイチャーソイル。今年1年で立ち上げた水槽は全てネイチャーソイルで立ち上げました。ちょうどアマゾニアが欠品だった頃で値段も上がってるし、別の代わりとなるソイルを探しているところです。リベラソイルは一昨年使ったんですが、あれも良かったです。良かったかどうかっていうくらいしか僕言えないんですけど、良かったです。今年はちょっとまた別のソイル試してみようかなっていうことでネイチャーソイル初めて買って使ってました。9リットルで値段が安いんですよね。国産の黒土を使った栄養系ソイルです。
1年使ってソイル崩れも大きく起きずに、まだまだ栄養も残ってる感じがして、いいソイルですよ。ネイチャーソイル、1年間使ってみたけど、良かったです。はい。来年もこのソイルかなと思ってます。5つ目、アクアランド花畑のスタンド。分解できて持ち運びが楽な金属スタンドです。大きな120センチのものや90センチのスタンドは、奥行きが30センチや45センチまでのものがメジャーで、なかなかそれ以上の水槽台ってなかったんですよね。オークションで探して受注注文で作りますよっていうのも、なんだかばらせないタイプが多くて、送料めちゃくちゃかかるし、うちに届いても部屋に入れられないじゃんということで、ちょうどいいのを探しまくってました。そこで見つけたのが、この福島県にあるアクアランド花畑さんの水槽台です。これはね、分解ができてばらして持てるんで、水槽台の移動が楽にできます。なおかつ奥行きとか高さもカスタマイズできるんで、ちょうどいいね、理想の水槽台を作ってもらいました。大きな120センチ×奥行き60センチの水槽台を買いました。それともう1台、120センチ×60センチの、高さ違いですね。を水槽台買いました。次はね、このシリーズで90センチの水槽台が欲しいなと思ってます。6つ目、ジェックスグラステリアスリム900ブラックシリコンタイプ。奥行き30センチ、高さ30センチの90センチ水槽です。今まで60センチ水槽までしか買ったことなかった中で、大きな水槽を試したいと思ってたんですよ。その中で 120×60 センチの大きな水槽台も買ったんで、気が大きくなったというか、大きな水槽も置いてみたくなっちゃいました。それで120センチの水槽を買うか、90センチの水槽を買うかで迷ってたんですけど、ひよって90センチスリム水槽にしたっていう感じです。90センチ水槽ってでかいイメージがあったんですけど、このスリム水槽は本当に手軽な感じがあって、水替えも水草の手入れもとても楽でした。もちろん水形を作るのもリセットするのもとても楽です。それなのに手軽に90センチっていうね、ワイド感を味わえるとってもいい水槽でした。結局この90センチのスリムの水槽を買ったことで、普通のレギュラータイプの90センチ、120センチの水槽を買っても全然平気じゃねっていういい意味で感覚を麻痺させてくれた、勇気をくれた思い出の水槽です。水形もとっても綺麗に仕上げることができます。ブラックシリコンが水形をね、切り取った感じを出してくれます。今年はこんなレイアウトを作りました。はい。7つ目。カプラアクアシステムズのシルバースタンド。最後の1個このスタンドかなと思ってるんですけど、ごめんなさい。宣伝でも何でもないんですけど、いや、宣伝になっちゃうかな。これ僕、このスタンド作って本当に良かったなと思ってます。これ自分で作ったスタンドなんですけど、スタンド1本で何役もできるフレキシブルなコスパのいいスタンドってのを作りたかったんです。軽くて2本使えばフラット型のライトも吊り下げられるし、1本ならスポットライト型のライトとか、こういった電球のソケットも棒に通して使えるし、カメラ関連の機材で棒に通して使うライトソケットってのが売ってるんですけど、そういうのをはめ込んで使うことができます。あと、家具にはめ込むこともできるんで、棚にライトを吊り下げられるし、まあ便利です。主軸も回転するんで、メンテの時は簡単にライトを避けれるし、棒は長さ33センチあるんで、奥行き60センチの水槽にも対応できるし、逆に30センチの水槽でも、スタンドの幅が8センチしかないんで、邪魔にならずにね、他の機材も置ける、CO2 の機材も置いたりできますし、かなりコンパクトなスタンドになってます。だから30センチから本当に120センチの水槽までフレキシブルに使うことができますね。うちのお店に出してから今年入ってから500本くらい売れてます。なので、いろいろリクエストもいただいてるんですよね。ここの3本のスリットが奥行き30センチの水槽のところにもあったらよかったっていうね。そんな話も割と聞きました。実はね、販売当初僕も考えてたんですけど、ちょっとそのスリットつけられなかったんですよね。というのは、奥行き30センチの水槽付近って結構サイズが競合してて、奥行き20センチ
25センチ、27センチ、30センチってかなりのサイズバリエーションが多いんですよ。そこに全部溝を打つと溝だらけになっちゃうし、どれか1個を選べばどれかを捨てなきゃいけなくなるんですよね。なので棒の先端あたりでライトを吊るす、奥行き60、45、30、50センチあたりの水槽のみ、溝をつけました。棒の先端で吊るすので、滑ってライトが落下するっていうのを防ぐ目的でついてます。そんな理由があって、僕の中でのね、ベストアンサーがこの形だったということですね。ガラスの厚さも20ミリまで対応できるんで、ほとんどの水槽に使えます。フランジがついてないフレームレス水槽用ですね。中にはフランジ付きの水槽で使ってるっていう方もいらっしゃってます。コッパとかをね、うまく使ってしっかりと固定してるようです。そんなわけで、気軽にね、取ったりつけたり、足したりね、移動したりできるんで、これ僕のために作ったスタンドなんですけど、気に入ってるので、この7000の中に入れました。はい、ということで、今回は2022年使ってよかったアクアリウム製品7000選びました。今年はね、水槽が2本入りましたね。その他はちょっとこだわりの強いニッチなアイテムが多かったですね。どれもアクアリウムを続けてしばらくしたらそのうち欲しくなるアイテムだと思ってます。もしこの動画見て気になった商品があったら概要欄から製品を見てみてください。最後のグッズは宣伝かよ。でも年の瀬だし許してやるよと思った方は高評価グッドボタンお願いいたします。僕もこんな製品買ってよかったですよとかありましたらコメントお待ちしております。このコメントを見た別の視聴者さんにも役立つ情報になると思います。また別のコーナーでコメント紹介させていただくこともございます。まだコメントしたことない方もぜひに、何でもいいです。よかったよとかコメントいただけるとやる気につながるのでよろしくお願いいたします。Twitter、Instagram、Facebook やってます。公式 LINE やったも登録者数が900人突破しました。応援ありがとうございます。ここでは動画に関する話や製品に関する質問、修理、相談などを受けております。こちらも合わせて友達登録お願いいたします。それでは今年1年間大変お世話になりました。また来年よろしくお願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。